おはようございます。鳥の声で目を覚ましました。これぞキャンプ場っていう感じの朝を迎えて、ちょっとキャンプ場の朝をゆっくり楽しみながら、またしばらくしたら南に向かって進んでいこうと思います。ダメ元で昨日の残りの木を使って火つけてみたら意外とつきましたね。朝からキャンプファイヤーっていうのもなかなかオツなもので、これから新しい場所に向かうんですけれども、その前に皆さんアメリカで一番人気のというか有名なドーナツ屋さんってご存知ですか？アメリカで一番人気なのはというか有名なのはダンキンドーナツって言って、アメリカ最大のドーナツチェーンで、もうアメリカ中どこにでもいっぱいあるんですけど、逆にアメリカの方は日本で一番人気のドーナツ屋さんってどこかご存知ですか？日本では、一番メジャーなのがミスタードーナツっていうところで、ミスタードーナツって、今多分日本と台湾くらいかなしかないらしいんですけど、実はこのミスタードーナツってもともとアメリカの会社なんですよ。で、アメリカのミスタードーナツと実はダンキンドーナツっていうのは合併したんかな、吸収合併みたいな感じで、事実上ミスタードーナツとダンキンドーナツって同じ会社で、もうダンキンドーナツに、事実上吸収されて、ミスタードーナツっていうのもアメリカから消えてしまったんですよね。ところが、一つだけ、いや、わかんない。自信はない。一つミスタードーナツがアメリカにあるんですよ。それがなんとここから約35キロくらいのところに、今からアメリカのミスタードーナツ、唯一のかなのミスタードーナツでちょっと朝ごはんを食べに行きたいと思います。はい。というわけでアメリカのミスタードーナツに来ました。なんかもう匂いが日本のミスタードーナツなんですよ。メニューなんかも割と、アメリカ寄りなんですけど、日本と同じようなミディアムコーヒーと、なんだっけこれ、ジョンなんたらのカスタードと、これはハニーディップの3つで 3.48 ドルって結構安いですよ。っていうか安い。ミスタードーナツすごい美味しかったです。日本のドーナツ、日本のミスタードーナツと本当に同じような感じで、甘すぎずくどすぎず、なんか何よりもなんていうかな、匂いがやっぱりなんか日本の、ミスドと同じようなそういう感じの匂いがして、なんかこう懐かしいというか心地よいというか。
というわけで、もう本当に、ただひたすらの長時間のドライブを経て、今やっと、メンフィスにたどり着きました。これから、中心街というか、なんかライブハウスとかがこう、たくさん立ち並ぶ、ビールストリートというところに、ちょっと、向かうんですけど、どんな感じなのか、全く想像がつきません。なんか、なんていうのかな、全体的に夕方やからなのか、街の色のトーンがすごいなんか小さいというか薄い暗いような気がするんですよね。気のせいかな。あ、多分ね、ここだ。すごいすごいけど車を止めるような場所がない。ちょっと駐車できるところを探します。今夜の11時半くらいなんですけど、実はメンフィスについて速攻この鍵を車の中に忘れたまま、いわゆるそのインキーっていう、中に入れなくなってで、ビールストリートのすぐ近くにいた警察の方に助けを求めて、レンタカーに携帯とかも全部中に忘れてて、現金とカードだけは持ってたんですけど、携帯とかも全部持ってなかったんで、警察に助けてもらって、鍵を開けてもらうためのロードサービスを読んだんですけど、一回読んだ時に、まず警察の方が気を利かしてくれて、ここで待ってんの寒いからって、僕この半袖しか着てなかったんですけど、寒かったんですよ実際で。ここで待ってんの寒いやろっつって、マクドナルドまで送ってもらったんですよ、近くの。でそのマクドナルドにロードサービスが来て乗せてもらって車のところに来るっていう話やったんですけど、ロードサービスがいざ来てみると、それはできないって言われて、車の現場にいないとダメって言われて、ほんで結局もう一回やり直せって言われて、でこのプリペイドの携帯をわざわざ20ドルくらいのやつを買って、でこれを使ってまた電話をして、で読んで、やっと今車の中に戻ってくることができました。4時間くらい半袖で外でうろうろというか、あっちこっち行ったり来たりして、でビールストリート、一応ビールストリート待ってる間にちょっと見てきたんですけど、賑やかなすごく素敵なところなんですけども、僕の心はもう折れまくってたので、すごい辛かったですね。でも寒いし、もうちょっとメンフィスは心が折れてしまって、もう本当にね、鍵だけは皆さんも気をつけてください。せめて上着と携帯は持って、インキーするときは。結局ビールストリートというか、もうテネシーはなんか逃げるようにして出てきてしまったんですけど、今道中見つけたレストエリアにバーって来て、なんか珍しくセキュリティがいるところで、もうここで寝る気満々で入ったんですけど、セキュリティがいるからどうなんやろうと思って、もうなんや
たらと思ってセキュリティのおっちゃんに直接聞いたんですよ。じゃあ、6時間以内やったら、おっていいって言われて。だから、で、逆にその車の中の寝袋でも寝てていいって聞いたら、いいよっていう。もう車の中にいんねやったら別に6時間いてもいいっていうことだそうです。で、まあ、ほんまに起こしに来るんかわかんないですけど、6時になったら起こしに行くからって言われて、あ、わかったっつって。まあでも、お墨付きでレストエリアで寝れることになったんで、しかもセキュリティ付きの場所で、今日はとりあえずここで寝ます。また次の動画もよろしくお願いします。そんな感じで。